俺の名前は渋谷優里。年齢15。平凡な容姿で平凡な頭脳のごく普通の高校1年生。ついこないだまではそう思ってた。全ては中学時代の同級生メガネ君こと村田健をヤンキーから助けようとしたことから始まった。逆に因縁つけられて、あろうことか水洗トイレに流されて。ところがなんとその先は異世界に繋がっていた。さらにたどり着いた世界で告げられた驚天動地の事実。なんと俺は魔王だったのです。こんなことってあるか？今までずっと自分は平凡な人間だと思って生きてきたのに、俺よかずっと強くて賢くて魔術なんかも使えちゃう美形の皆様に囲まれて、今日からあなたが魔王ですだなんて。だけど俺は約束した。魔族が暮らすこの神魔国を守ると約束したんだ。もちろん不安じゃないと言えば嘘になる。なんたって異世界、文化も風習もわからないことだらけだ。でもきっとやり遂げてみせるよ。だって俺には頼りになるみんながついてるからね。変わってたり不愛想だったりするけど、いつだって俺のことを大事にしてくれる、そんな仲間が。うわぁ！夢？男だよな。うん、合ってる。びっくりした。なぜか女になってマイム踊ってる夢見ちまったよ。なんなんだよもう。自主トレでもしてこようっと。では次はこれをお願いいたします。はいよ。これグエンダルの書いた書類だろう。最近なんとなく見分けがつくようになったんだぜ。力強くてしっかりしてんのがグエンダル、読みやすいのがコンラッド、ギュンターのは几帳面な感じだよな。もうすっかりこちらの文字に慣れていらっしゃいましたね。その上私どもの筆跡まで頼もしい限りです。よし、署名すんだぜ。あれ、これで終わり？少なくね？いつもはもっと。お疲れ様でございました。グエンダルは昨日から少しこもっているようなのです。それで書類が少ないのでしょう。へえ、この間もそんなこと聞いた気がするな。やっぱ仕事のしすぎなんじゃないか？そうかもしれませんね。これ。祭りの準備のようです。いよいよ賑やかになってまいりましたね。そういや、毎年やるんだっけ？もうすぐなんだ。それでは本日はこの辺りで。どうぞゆっくりなさってください。お疲れ。と言ってもまだこんな時間なんだよな。どうすっかな。なあギュンター、グエンダルが引きこもってるってどういうこと？さあ、私も詳しくは存じませんので申し訳ございません。そっか、わかった。陛下？俺ちょっとグエンダルの様子見に行ってくるよ。陛下がわざわざそのようなことをなさらずとも、グエンダルには人もついておりますし。だってさ、あの仕事の鬼みたいな人が昨日から自分の部屋にこもっちゃうくらい具合悪いんだろ？普段世話になってるんだし、お見舞いぐらいはしておこうかなってさ。臣下に対してなんと慈悲深いお言葉。そうとなれば私もご一緒させていただきます。さあ参りましょう陛下。ここだっけ？グエンダル、開けていい？陛下お待ちください。あれ、着替え中。見ればわかるだろう。何のつもりだ？何のつもりって、ひょっとして着替えを見たら結婚しなきゃなんない法律とかある？だったらごめん、俺そういう気は。あってたまるか。どこをどうすればそんな法律が生まれる？左頬ビンタで求婚なんて習慣だってどうして生まれたのか俺には謎だよ。よかった、ただの覗きで済んで。いいわけがあるか。入るときは扉を叩くくらいしろ。あれっていうかグエンダル、
起きて平気なの？ああ、いつまでも寝てはいられんからな。でもなんか、顔色悪いような。確かに心なしか普段の威厳というか迫力というか近寄りがたさを感じさせる覇気に欠けていますね。だよな。なあ、本当に大丈夫か？気にするな。大したことではない。なんだろう。あ、もしかして、誰かに振られたとか？わかるわかる。けど落ち込むなよ。俺の胸で良けりゃいつでも貸すからさ。誰がだ。勝手な想像をするな、バカバカしい。あれ、そうなの？じゃあ何なんだよ。なあ、隠し事は良くないぞ。クラウス君が消えたのだ。はい？クラウス君？なあ、クラウス君って誰だろう？友達？それとも親戚の子供とか？さあ、彼の縁戚関係については私も存じませんが、最近飼い始めた猫か犬かオウムなども有力な線かと。何しろ彼は可愛いものを見ると拾う癖が。なるほど。グエンダル、それって猫？猫ではない。クマちゃんだ。クマ？そりゃまた意表をついて大物を。完成したばかりだったというのに一体どこへ。完成？ギュンタ、ここじゃクマって作るもんなの？俺の世界じゃ育てたり保護したり、たまに人里に降りてきたりするもんなんだけど。いえ、この世界でもおおむねは。あ、わかりました陛下。きっと編みぐるみのことですよ。編みぐるみ？ああ。つまり編みぐるみのクマちゃんが消えてしまったと。しかしまさかそのようなことでフォンボルテール卿が、領民が知ったら泣きますね。ああいうタイプは意外と傷つきやすかったりするんだぞ。おお、そうでした。私としたことが。アニシナといい編みぐるみといい、意外な泣きどころがあるんですよね、彼は。聞こえているぞ、二人とも。入りますよ、グエンダル。アニシナ。アニシナさん。おや、データ。ご機嫌うるわしゅう。中腰でグエンダルにお尻を向けるのは新しい健康法ですか？いや、これは。私は構いませんが、それより、なんだ？その目の下のクマ。なるほど。確かに不調のようですね。アニシナ。悪いが今日は付き合う暇はない。執務が滞っているのだ。つまり体調が優れないために職務に支障が出ている。原因は何なのです？それが編みぐるみがなくな。ギュンタ！編みぐるみ？なるほど。あなたの心痛の種とはそれですか？しかもうせ者とは。己余計なことを。実は新しい魔導装置のモニターを探していたのですが、結構です。そのような軟弱な男に私の偉大な発明の実験体は務まりませんからね。こちらから願い下げです。はあ、それにしてもまたか。たかだか編みぐるみがなくなったごときで気分が優れるなどと。フォンボルテール家の男ですらこの低たらくだから、新魔国の男は軟弱になったなどと言われるのですよ。ここで無能なモニターを相手にしていても時間の無駄です。私は失礼します。それではヘイト、ごきげんよう。一応何事も起きずに終わったかな。相変わらず心臓に悪い。
いつ矛先がこちらに向くかとヒヤヒヤいたしましたよ。あ、でもさ、グエンダル、クマちゃんが消えたって何？クラウス君だ。ああ、はい、クラウスくんね。それで一体どうして彼は消えちゃったんでしょうか？それはわからん。昨日確かに部屋に置いておいたはずなのだ。それが執務から戻ってきた時には忽然と。誰かが持ってっちゃったんじゃないの？掃除の人とか。使用人たちにも聞いたが、私の部屋に入ったものはない。入ったとしても私のものにみだりに触らぬよう普段から言い置いてある。じゃあどこかに置き忘れてきたとか、部屋ってのは勘違いでさ。そんなはずはないのだ。室も食堂も浴室も思いつく場所は全て探したというのに。ともかくこうしていても仕方がない。私は執務に戻る。用がなければ出て行ってくれ。悪い、邪魔した。よっぽど大事な編みぐるみみたいだな。そのようですね。あのように取り乱したグエンダルの姿など、いや、見たことはありますが。グエンダルの部屋から忽然と消えた編みぐるみか。よーし。陛下、一体どうなされたのです？へへ、いいこと思いついたんだよ。というわけで、デカ長室よリベンジなれ。紛失した編みぐるみを捜索せよ。作戦本部再び。はあ？ああ、またしても陛下の美しい文字を拝見できると、このギュンタ、身に余る光栄にめまいがしそうです。まったく、お前がどうしても来てほしいと言うから来てみれば。なんなんだこれは。読んで字のごとくさ。グエンダルの編みぐるみをみんなで探すんだよ。要するに、また以前のようなくだらない探し物をしようと言うんだろう。くだらないって。仮にもお前の兄貴の大事な探し物なんだけど。大事なと言ったって、そりゃ、兄上は、陛下、お呼びですか？ああ、コンラッド、ちょうどよかった。ボルフラムがぐずるんだよ。誰がぐずっていると言うんだ。まあまあ、それよりどうしたんです？この垂れ幕、また何か始めるんですか？そうなんだよ。グエンダルの大事な熊の編みぐるみが突然なくなったらしくてさ。編みぐるみが？なるほど。それでまた陛下が探す気になっているというわけですね。そういうこと。前にも探し物騒動があったけど、結局探せなかっただろ。だからさ。ですが陛下、気になるのでしたら、そういうのは専門の者たちに任せたらどうですか？今日は祭りもあることだし、わざわざ陛下がなさらなくても。陛下って呼ぶなよ、名付け親。っていうか、正直俺、グエンダルがあんなに落ち込んでるなんて思ってなくてさ。普段から世話になってるし、捜査本部のリベンジも兼ねてなんとかしたいわけ。デカ長の名にかけてってやつさ。わかりました。ユーリがそこまで言うならお手伝いしますよ。おい。サンキュー。そんでギュンターは？もちろん、私には最初から依存などございません。それどころか、臣下に対する陛下のお心遣いには常に胸を打たれるばかりです。グエンダルを思う心に私今も感激いたしております。微力ながらこのフォンクライスとギュンタ、骨身を削って協力させていただきますとも。ああ、気持ちは嬉しいんだけどさ、ギュンタ、陛下が困ってるぞ。鼻水を拭いた方がいいんじゃないか？失礼いたしました。私としたことが喜びのあまりお見苦しいところ。それなら陛下、私今回の件に役立つ文献を存じております。後で探してまいりましょう。文献ってそんなのあんの？はい、歴代の王様が綴った取物帳などがふんだんに。ただ何分古いものですので、お探しするのに時間が。それなら頼むよ。じゃあまず編みぐるみのクラウスくんが亡くなった時間帯だけど。
ちょっと待て！僕を置いて勝手に話を進めるな！なんだよボルフラム。だってお前否定するばっかりで全然乗り気じゃないじゃん。うるさい！僕は乗り気ではないが、ユーリがどうしてもと言うなら手伝ってやらんこともないと言っているんだ。は何せお前はヘナチョコだからな。ヘナチョコには一人でも多くの助けが必要だろ。ヘナチョコ言うな。それで、ユーリ、まず何から始めるんです？そもそも、そのクラウス君？彼はどのような外見を？あ、そうだ。それを聞いてなかった。後で確かめなきゃ。ほら見ろ。やっぱりお前には僕がついていなきゃダメだとよくわかっただろ。まったく抜けてるんだからな。ま、そこも可愛いんだが。うるさい。あと、どさくさに変なこと言うな。とりあえず、亡くなったのは昨日の午後だ。部屋に置いておいたのに、グエンダルが執務から戻ってみたら、もう亡くなってたんだってさ。使用人たちも何も知らないってことらしいし。まあ、俺としては。失礼します、陛下。どうしてアニシナが？ユーリ、お前まさか。何想像してんのか知らないけど違うから。どうしたんですか、アニシナさん。このタレはなるほど。例のグエンダルの編みぐるみ、陛下ご自身が探し出そうというのですね。そうなんだ。あ、ひょっとしてアニシナさんも手伝ってくれるの？ユーリ、お前やはりアニシナに手伝ってもらいたいのか？アニシナにまでも！違う、ボルフラム。違うからゆすんな。ご安心なさい、ボルフラム。私、神魔国の発展にしか興味はありません。ですから協力させていただこうと思ったので。アニシナ、どういうことなんだ？新しい発明品が完成したのですよ。それがこの改良型魔導操作網ゴヨーダデアエ君2号です。ああ、なるほど。つまり格好の実験対象というわけだな。その性能を試すための。というわけで陛下、一つ勝負といきませんか？勝負？私のゴヨーダデアエ君2号と陛下、どちらが編みぐるみを先に見つけるかという一本勝負です。無論自信がなければ降りてくださっても結構。面白い。受けて立とうじゃないか。異言はありませんね。結果が楽しみです。では健闘をお祈りしていますよ。それでは。ですって。いいんですか、陛下。ああ言われちゃ引くわけにいかないだろう。それにいいライバルが強い選手を育てるんだぜ。ということで俺たちも捜査開始だ。クラウス。グエンダル？グエンダル！なんだ、私は執務中だと。私は決めましたよ。あなたのためなのですから実験には協力なさい。いいですか？いいですね。一体何の話をしている？いや待て、それより実験だと。さあ行くのです。改良型魔導操作網ゴヨーダデアエ君2号。なんだこれは。元祖ゴヨーダデアエ君から採取したデータをもとに改良に改良を重ね操作マシーンとして再開発した新型です。さあグエンダル、おとなしくその身を委ねなさい。やめろ。今は執務室にいるんだよな、グエンダル。まったく、編みぐるみの特徴くらい先に聞いておけばいいものは。面倒な。ついてきてくれなんて言ってないじゃん。とノックしないとまた怒られるな。グエンダル入るよ。って何やってんの？兄上！おや陛下、
早速捜査ですか？私もゴヨーダ出会えくん2号にグエンダルの匂いを覚えさせているところですよ。なんかどっかで見たフォルムのような。この改良型はドーム状の頭から吸引器を取り出し、対象者の顔にぴったりとはめることで今までの5倍もの吸引力を発揮することができるのです。わかった、トイレのじゃなかった。なあ、今度だと押し倒されてるグエンダルは無事かな。顔が完全に埋まってますからね。俺には何とも。無事であることを祈るのみですが。終わったようですね。よろしい。それでは捜査開始です。さあ行きなさい、ゴヨーダ出会えくん2号。うわ、動いてるよ。キュルキュル回ってるよ。相変わらずアニシナさんの発明品は構造が謎だな。おい、アニシナ、兄上が動かないぞ。一体どういうことだ。たかだか編みぐるみごときにいつまでも落ち込んで。これだから最近の魔族の男。いや、編みぐるみのせいじゃないんじゃないかな。おや、2号が早速匂いを嗅ぎつけたようです。それでは陛下、また後ほど。ぐずぐずしていて先を越されても知りませんよ。なあ、あれってアニシナさん流の応援の仕方？そうだといいんですけど。グエンダル、グエンダル。赤い悪魔め、何をする。ここは兄上。グエンダル、無事ですか？コンラード、お前たち。私は一体。アニシナの発明品に襲われて気を失っていたのですよ。起きられますか？そうだった。私としたことがあんなものに不意をつかれるとは。陛下、本題に入りましょう。わかった。な、グエンダル、亡くなったクラウス君なんだけど、俺たちが探そうと思ってるんだ。お前たちが？なぜだ？なぜって、いや、心配だし、グエンダルも気になってるんだろ、仕事しててもさ。そうか。だから安心して仕事しててくれよ。で、悪いんだけどクラウス君の特徴だけ教えてくんない？そうだな。大きさはこれくらい、子猫ほどだ。体ははしばみ色で、瞳はつぶらで米茶色をしている。かわいいぞ。体ははしばみで、目は焦げ茶で、大きさは子猫くらいと。わかった。必ず見つけ出すから待っててくれよ。ああ、感謝する。特徴はこれでわかったな。あとはどこを探すかだ。とりあえず昨日のグエンダルの行動した場所を洗い直してはいかがですか？彼は探したと言っていますが、見落とした可能性もありますし。そうだな。昨日グエンダルが行った場所っていうと、自分の部屋と執務室以外ですと、あとは大広間ですね。本日カバルケードからの大使殿をお迎えする関係から、彼が昨日から準備に当たっているのですよ。グエンダルの部屋と執務室と大広間か。ただ、陛下は必ず誰かと一緒に行動してください。城の中とはいえ、念のため、ね。そうだな。それじゃあ。兄上、どうなさったのですか？いや、大したことではない。執務が一区切りついたので、私は部屋へ戻っている。それだけ伝えに来ただけだ。それではな。兄上、やはり顔色が優れぬようだ。まったく、兄しなめ。今はそっとしておこう。それで、ユーリ？あ、うん。そうだな。グエンダルの部屋を調べ直そう。コンラッド、一緒に探してくれるか？ええ、お供します。あ、ユーリ、なぜ僕を選ばない？
なぜって言われてもな。ボルフラムが優秀だからですよね、陛下。そうそう。ボルフラムなら一人でもちゃんと編みぐるみを探してくれると思ってさ。ダメか？そんな顔で言われても、僕は、しかし、お前がどうしてもと言うなら仕方がない。この僕の実力を思い知らせてやろう。待っていろ、ユーリ。はあ、ボルフラムってどうしてあんなに感情的なんだ？ま、俺が言えた義理じゃないけどさ。それだけ陛下が好きってことですから、多めに見てやってください。さあ、それでは探しに行きましょうか。見当たんないな。グエンダルも部屋にはなかったと言ってましたしね。そうだった。となると、窓？なあ、この窓ずっと開いてたのかな？ああ、時々換気のために開けているようですよ。外は庭か。ひょっとして何かの弾みで窓から落ちたってことがないかな？探してみましょうか。それなら裏庭に回ってみましょう。うっひゃー、結構雑草伸びてんな。人があまり立ち入らない場所なので、ほとんど手入れはしていないんですよ。さて、探すとしますか。よーし、やるぞ。あ、見つかりましたか？ごめん、違った。でかい石だった。向こうにもそれらしきものはなかったので、どうやらここではないようですね。でももうちょっと。いいですよ。有利の気が済むまで探して。いや、なんか思い出しちゃってさ。何をです？中学の野球部でやった球拾い。1年のうちはずっとさせられるじゃん。草むらに落ちちゃうと見つかんねえの。でもボールが見つかんないうちは返してもらえなくて、汗だくになって探してたなって。家に返してもらえないんですか？そうなのに、2年になってバットとか持たせてもらえるようになると、1年の苦労とか忘れちゃったりしてさ、経験も忘れるみたいな気がして嫌だったから、後輩に混じって球拾いしてたんだよ。それ思い出してさ。陛下らしいですね。でもボールを探すのは大変だったでしょう。そうだな。でも俺はその苦労を忘れたくなかったし、ボール探すの意外と嫌いじゃなかったかも。俺も昔ボールをなくしましたけど、探しても見つからなかったので諦めちゃいましたよ。そうなの？いつ？どの辺？だいぶ前の話ですよ、ユーリ。どの辺りに飛んでしまったのかもわからないくらいね。そっか。でももったいないな。あんたが作ったやつだろ？ええ、地球から戻ってきて初めて作ったボールなので、かなりいびつな形のものでしたけど。それってかなりレアじゃん。やっぱないか。あれ、思ったより時間経ってるな。そうですね。そろそろ戻りましょうか。機会があったらまたボール探ししてみますよ。その時は俺も呼んでくれよな。球拾いってちょっとしたコツがあってさ。どうしました？いや、向こうの草むらに何か。なんだろう。コナンド、ちょっと待っててくれ。あ、何ですか？おや、それは。すっげえボロボロ。けどこれ、もしかしてさっきあんたが言ってたボール？のようですね。道理で見つからないはずです。こんなところまで飛んでいたなんて。陛下。ほら、あんたのだろ。しっかり握っておかないと。なくした時にその感覚忘れちゃうかもしれないんだし。あ、それじゃあ本当に帰るか。ユーリ、わっ、戻る前に軽く投げていきませんか？いびつなボールでよければの話ですが。コーナーと。いびつだろうがなんだろうが、ボールはボールだよ。それに初めて作ったにしては結構いい出来だと思うけど。有利に褒めてもらえると嬉しいですね。これくらいで終わりにしましょうか。いい汗かいたな。
やっぱ体動かすのって気持ちいいわ。そうですね。それじゃそろそろ戻りましょう。おかしいな。もうちょっと簡単に見つかると思ったんだけどな。陛下、面目次第もございません。いや、いいって。ギュンターが悪いわけじゃないんだしさ。それにしても、部屋にも執務室にも大広間にもなし。クラウス君、一体どこ行っちゃったんだろう。これは皆さんお揃いのようですね。いかがです？クラウス君の行方は分かりましたか？アニシナさん、それがどこにも手がかりゼロ。そうですか。それはお疲れ様でした。ところで私は一歩前進を遂げましたよ。見つかったの？ええ。この城にはグエンダルの匂いが至る所に満ちていて、ごような出会い君2号には見つけることは不可能だと分かりました。それじゃダメじゃん。おや、これはいいのこと。研究とは失敗の積み重ねで進化を遂げるものなのですよ。匂いだけでは編みぐるみにたどり着くには至らない。これが分かっただけでも大きな進歩です。故に早速出会い君2号の改良に取り掛かります。東棟の一棟を研究室としてお借りしましたので、何人たりとも近づくことのなきようお願いいたします。東棟ですって。そこは明日第11師団の講習会会場として使用予定が。それでは皆様、しばしの間失礼いたします。健闘を祈ります。仕方ない。ギュンター、講習会は別の場所を探すんだな。そうですね。貴重な兵士たちをみすみす危険にさらすわけには参りません。それにしても、グズグズしてたらマジでアニシナさんに先越されちゃいそうだ。でも、置き忘れたとか、どこかに落としたんじゃないとすると、あとは。待て、誰か来る。陛下、陛下。シュトッフェル。一体何の用だ？失礼いたします、有利陛下。実は先ほど私の執務室でこのようなものを見つけたのです。どうぞご覧ください。なんだ？手紙？うわ、読みにくい字だな。コンラッド、読んでくれない？ええ、貸してください。これは、クマちゃんは預かった。次はイルカちゃんをいただいてやる。日没を楽しみにしていろ。そういう意味ですね。は？なんだって？そんなバカな、本当に？残念ながら本当です。これはどうやらただのうせ者探しじゃなかったらしい。そんな、それじゃこれってれっきとした盗難事件？ただの遺失物じゃなかったのか。しかも次はイルカちゃんだって？日没を楽しみにってその頃に盗むってことだよな。俺の時計だとだいたい6時あたりか。その時刻にイルカちゃんを盗む？これっていわゆる犯行予告じゃん。大変だ。よしみんな、捜査方針を盗難に切り替えるぞ。これは事件だ。ユーリ、嬉しそうですね。だって事件だよ、事件。この血明城の中で誰かがグエンダルのクラウス君を盗んだんだ。おまけにこの手紙、予告状まで送ってきて、誰かが俺たちに挑戦してきてるんだ。男ならウケるだろ、やっぱり。見てろ、この俺が必ず真犯人を突き止めてやるからな。おお、ご立派です、陛下。なんと凛々しいお姿なのでしょう。相変わらず子供だな、ユーリは。だが、あの予告状が本物なら、この血明城の中で盗難騒ぎが起きていることになる。編みぐるみとはいえ、調べてみた方がいいかもしれない。これは何の騒ぎだ？あ、グエンダル。見てくれよ。さっきこんなものが出てきたんだ。これは、
24代魔王陛下が貸しされた磁器の筆立てが。な、驚いただろ？クラウス君はなくしたんじゃない。誰かに盗まれてたんだよ。クラウス君、エイジ君。でも安心してくれよ。人質は絶対見つけ出してみせる。っていうか、やっぱ刑事物は犯人がいないと引き締まんないよな。あれ、グエンダル執務が残っているのだ。失礼する。13代魔王陛下が集められた水飲み人形が。グエンダル。兄上がああも取り乱すなど。ああ、平成を取り繕って、あれは相当動揺していたぞ。眉間にシワが2本は多かった。誰か、急ぎこれを片付けてくれ。それで陛下、次はどうなさいます？もう一度、グエンダルの部屋を調べ直す。さっきは盗まれたなんて思ってなかったからな。何か手がかりがあるかも。じゃあ、それは俺が手伝いましょう。ギュンタ、ウォルフラム。城内に不審者がいないか調べてくれ。部外者が入り込んでいたらことだ。わかりました。では、至急手配いたします。扉は一つ、窓が一つか。ここは2階だし、いくら魔族の皆さんだって窓からじゃ無理だよな。犯人が扉から入ってきたとすると、ユーリ、有力な証言を手に入れましたよ。あれ、彼女たち、昨日の午後はずっとこの部屋の前の廊下で窓を磨いていたそうでね。昨日の午後？それってクラウス君が亡くなった時間帯じゃん。ねえ。だからこの部屋に入った者がいれば必ず誰かが見ているはずなんですが。いいえ、誰もそんな方はいらっしゃいませんでしたわ。私たちグエンダル様が部屋を開けられている間ずっとここにおりましたけど。誰もいませんでしたわよね。え？そうなの？本当に？はい、間違いありません。訪ねてきたものも入っていったものももちろん出てきたものもですわ。そっか。これだけいて見落とすってことはないよな。わかった。ありがとう。仕事中に呼びつけてごめんな。いいえ。では失礼いたします。陛下、コンラート様。そうなると、あとは窓か。窓の外は裏庭。誰でも入れちゃうけど、この窓結構高いよ。ここから出入りなんてできる？窓自体は換気のために開けていたそうだけど、外壁に手がかりはありませんね。よじ登るのは大変そうだな。けど、犯人がここからクラウス君を盗んだんだとすれば、あとは窓からしかないんだよな。よし、俺試してみるよ。ユーリ、縄かなんかかけて壁をよじ登れないかさ。コンラッド、手伝ってくれ。本当に大丈夫ですか？平気平気。これでも体力あるんだぜ。野球小僧をなめんなって。それじゃ行くぞ。せーのっと。無理はしないでください。大丈夫大丈夫って結構きついな。落ち着け。下見ない下見ない。うわっ！ユリ、大丈夫ですか？怪我は？なさそう。サンキューコンラッド、助かったよ。俺どこまで登ってた？エニシダの枝と同じくらいの高さです。3メートル弱ってとこか。ダメだコンラッド、とても窓までなんて壁が滑って踏ん張り効かねえんだもん。普通のやつには窓から出入りするなんて絶対無理そうだ。クラウス君はグエンダルの部屋から盗まれたってわけじゃなさそうだな。そうですね。仕方ない。一旦戻ろうぜ。どこも成果はなしか。とりあえず今までの情報を整理してみましょうか。そうだな。まずクラウス君が盗まれた時間にグエンダルの部屋に出入りした人はいないってこと。それと窓から落ちたり盗まれたりした可能性もなし。シュトッフェルの執務室には鍵はついてないから誰でも入れたし、
出入りは誰もチェックしてない。だから誰が予告状を置いていったのかもわからない。外から怪しい奴が侵入した形跡も今のところなしってとこかな。合ってる？お見事です、陛下。その通り。事態把握の素早さには私感服いたしました。まあね、これくらいできなきゃデカ長は務まらないって。だが肝心の犯人像には全く近づいていないだろうが、これからどうするんだ。犯人は次の犯行を予告してきてるんだぞ。それを言われると。しかし外から入り込んだ奴がいない以上、どうしても内部犯の犯行ってことになっちゃうんだよな。参ったな。あんま身内は疑いたくないんだけど。ああ、陛下。そのようなお顔をされて、私、陛下を悩ませている犯人が憎いです。しかし、そもそも犯人の狙いは何なのでしょう。言われてみれば、犯人が何者にしろ、なぜグエンダルの編みぐるみを盗む必要が。おまけにあのような予告状まで。それもそうだな。グエンダルに恨みがあるとか？なんだと？兄上がそんなつまらぬ恨みなど買うはずないだろう。人望厚く下々にも広く慕われているのだぞ。いや、すげえ人じゃないや、魔族なのは分かってるけどさ。だからこそ逆恨みとかいろいろさ。それにしては手が込みすぎていますよ。あのような予告状まで。バレたらただでは済まないのが分かりきっているのに。そうか。困ったな。ちっとも犯人像が絞れない。しかしそうなると城内の者の犯行という可能性は考えにくいですね。やはり外部犯の犯行か。警備の目を盗んでこっそり入り込んでるってこと？それは喜ばしくない事態だな。この血明城に侵入を許すなど兵士どもの怠慢だぞ。あれ、グエンダルどうかした？どうだ状況は。それが芳しくなくて。でもグエンダル仕事いいのか？確か客が来るって。そちらの執務には一応の目処が立ったところだ。私も手を貸そう。あ、本当？サンキュー。いや、礼を言うのは私の方だろう。もともとは私の問題なのだからな。あ、そっか。じゃあ頼むよ。それでこれからどうするのだ？それが今誰かが城に入り込んでるんじゃないかって話になっててさ。何？城の者にグエンダルの編みぐるみを盗む理由はないからな。だが警備の者は昨日不審なことは起きていないという。なら彼らの目を盗んで侵入したのか、あるいはもっと前にすでに入り込んでいたのか。そいつがまだ城内にいる可能性もあるということか。由々しき事態です。急ぎ城内の警備を強化しなくては。陛下、どうかご命令を。いや、大げさにしない方がいい。陛下、なぜです？陛下にあだなす危険人物かもしれないのですよ。いや、だからこそ騒ぎ立てない方がいいと俺も思う。コンラード。犯人は今のところグエンダルの編みぐるみを盗んだだけだ。誰かを傷つけたわけじゃない。だが下手に刺激すれば今度こそどう出るかわからない。何しろ動機も正体も全く不明なんだからな。騒げば逆に陛下に危険が及ぶ可能性もあるということですか？ああ、それにさ、みんなが心配だ。もし下手に犯人を刺激して怒らせちゃったりしたら逆上してすごい危険なやつになっちゃうかも。そんなの危ないもんな。陛下、私たちのためにそこまで。私たち臣下など陛下の尊さの前には塵悪多も同然ですのに。なことねって。っていうか前から思ってたけど、人の価値に上下なんてないんだぞ。陛下、ああ、なんとお優しい。私、涙で前が見えません。
さすがは陛下。それならこのままの体制で捜査を続けよう。ただ、みんなには気をつけるようにとだけ伝えてくれ。何かあったらすぐ知らせるように。わかりました。そのように言い渡しましょう。ということで、さて、どうする？城内に誰か潜んでるかもしれないとしてだ。どう探したらいいかな？これまでに全く存在を気取られていないのだ。どこか人気のない場所に潜んでいるのかもしれんな。人気のない場所？っていうと、まず城の北側。ここは閉鎖された区画が多く、普段から人の出入りはない。隠れるにはうってつけの場所だろう。ふむふむ。それに西の庭園部。24代魔王が好んだ場所だが、今は使われなくなって久しい。それに城の南には広大な地下区画がある。13代魔王が建設させたが、ここも今は閉鎖させている。結構あるな。これは手分けして探した方が良さそうだ。時間もないし。では、私は城の北側を。以前入ったことがありますので、間取りも存じておりますし。兄上、南の地下区画というと、あの凶楽王の？ああ、そういえばお前は興味を持っていたな。噂には聞いております。では、そこは僕が行きましょう。では私は庭園を調べよう。お前はどうする？そうだな。あ、コンラッドはどうするんだ？俺は一応使用人たちの聞き込みをしようかと。どこに手がかりが転がっているとも分かりませんしね。わかった。それじゃあ、俺もいろんな人の話聞いてみたいし、コンラッドについて行ってもいいかな？もちろん構いませんよ、陛下。きっと城内の者たちも喜ぶでしょう。ああ、立派なお心がけです、陛下。下々の者たちと触れ合い、話を聞くことによってさらに知識を深めようとしているのですね。実に素晴らしい。お前にしてはまともな意見だな。ウェラー卿と一緒に行動することに不満を覚えないわけじゃないが、仕方ない。ここは多めに見てやる。お前も僕が一緒じゃなくて寂しいだろうが、しばらく我慢するんだな。いや、別に寂しくないし。なぜだ？この婚約者である僕と行動できないんだぞ。うん、全然平気。っていうか、婚約者とかそういうの？俺、作法知らなかったんだし、もうなかったことに。何度言わせたらわかるんだ。それじゃ僕の自尊心が傷つく上に、お前の面目も丸つぶれなんだぞ。それに、お前はあの場で取り消さないと言い切ったんだぞ。婚約解消などありえない。はあ、婚約が解消できるなら、俺のメンツとかはこの際、どうでもいいんだけど。うるさい！解消はなしったらなしだ！さて、二人ともいい加減血話喧嘩は終わりましたか？コンラッド？すみません、つい。でももうそろそろ行きませんか？グエンダルとギュンターは先に行ってしまいましたよ。うわ、本当だ。ボルフラム、お前ももう行った方がいいんじゃないか？地下区画は広いだろ？分かっている。ちょっとした注意だ。何しろユーリは浮気者だからな。僕がいないと何をしでかすか。しでかすってなんだよ。はいはい、そこまでにしておいてください、ボルフラム。まあいい。それじゃあな、ユーリ、浮気するなよ。しねえよ。第一、なんだよ浮気って。俺たち夫婦か？ボルフラムにとってはもう似たようなものかもしれませんね。やめてくれよ、男同士なのに。陛下の言いたいことは分かってますから。さあ行きましょうか、陛下。あ、陛下って呼ぶなよな。失礼しました。ユーリ、これでいいですか？コンラッドにまで遊ばれてんのか？ふてくされないでください。それじゃ開花に行ってみましょう。この時間帯ならこの辺りで大勢働いていると思うんですが。詳しいな。それじゃあ早速。陛下とコンラード様よ。
あんなに親しげに。やった大本命ですわ。なんかやたらと視線が刺さってる気がするんだけど。おや、嫌ですか？嫌っていうか気になるっていうか、なんとなく恥ずかしい気もするし、それにみんななんか喋ってない？ああ、それはあまり気にされない方がいいですよ。特に陛下は憧れの的だ。いろいろな噂をしたがるんでしょう。それじゃあの部屋から行きましょうか。橋ですしちょうど。揺れてる？これって地震？ユーリ、こっちへ。手すりに捕まって。コナト！陛下、いいですか？その場でしゃがんでじっとしていてください。どうした？コンラード様、ラザニアが。彼女は任せて。揺れが収まっているうちに君たちは廊下の安全な場所に避難しろ。こっちなら安全だ。ここなら大丈夫だから。はい。あ、陛下。ちょっと俺中見てくれ。陛下。立てるか？俺に捕まって。はい。コナト！ユーリ、じっとしているよう言ったのに。だってコンラッドだけに押し付けてなんかいられないよ。うわっ！ユーリ！収まった。ご無事ですか、陛下？怪我は？大丈夫。コンラッド、破片が。ああ、これくらい大したことありませんよ。陛下が無事なら何よりです。ごめん、俺が勝手に動いたから。陛下が扉を開けておいてくれなかったら、もしかするとひしゃげて出られなかったかもしれないじゃないですかね。でもまあそう落ち込まないで。陛下が気に病むようなことは何もないんですから。君も怪我はないか？はい、ありがとうございます。コンラード様に助けていただかなかったら、私。陛下、コンラード様！ラザニア、大丈夫？みんなも無事みたいですね。ああ、みんな平気？はい、誰も怪我もありませんわ。それにしてもびっくりしました。こんなに大きな地震なんて。本当、辺りもめちゃくちゃ。急いで片付けなくては。それでは陛下、コンラード様、すみませんが失礼いたしますわ。ああ、すまない。ちょっと聞きたいことがあるんだが。はい、何でしょう？最近何か変わったことはなかったか？変わったこと？少し気になることがあってね。些細なことでいい。いつもと違うことや見慣れるものがあれば思い出してほしいんだが。そうですね、私は特に思い当たりませんけど。ええ、ここのところとんと平和で。あまりに暇で、陛下ご寵愛ととにも一層夢中になろうというほどでしたわ。ご長何？ラザニア？なんでもないんですが。とにかく妙なことは起きていないか？引き止めてすまなかったな。ありがとう。仕事に戻ってくれ。はい、コーラート様。それではお気をつけて。何だったんだろう今の。ま、陛下が人気者ってことですよ。そうか？でもさ、驚いちゃったよ。地震の中でもあんなに冷静に動けちゃうなんて。さすがコンラッドだよな。軍ではこういう訓練も結構やってるの？ええ、もちろん。自信なだけに自信がありましたよ。え？今なんて？あれ？聞こえませんでしたか？自信なだけに。うわー、タマ！引き返した俺が悪かった。もういいよ。2回はさすがにきつい。そんな反応をされると傷つくな。いや、マジで寒いって。コンラッドってほんと、ギャグだけは寒いよな。それはある意味褒められてるんですかね？いや、まあそうかな。欠点があった方が何かと好印象っていうし。どうしました？いや、あそこにシュトッフェルがなんか具合悪そうじゃね？
なあ、フォンシュピッツベーグ卿。おお、これは魔王陛下。どうかしたのか？なんか顔色悪いけど。いや、そのようなことはございません。では陛下、失礼をば。あれ、変なの。とかやってる間に、やばい、もうすぐ日没じゃないか？そうですね。グエンダル、エイジ君は？ここにある。まだ無事だ。そっか。グエンダル、もう一層それをずっと身につけていた方がいいのでは？そうすれば迂闊に盗まれる心配はないでしょう。それがいいよ。グエンダルが持ってた方が安心だって。しかしそれでは根本的な解決にはならないのでは？どういうこと？コンラッド。不明な点が多すぎるからです。犯人の本当の目的がそのイルカという保証もない。確かにイルカちゃんを狙うと大々的に宣言したのは我々の目を欺くためとも考えられます。何？ついに完成しました。ご覧なさい。ああ、西名さん。御用田出会えくん2号の改良型。その名も御用田出会えくん捜査一課です。軽量かつ小型化を実現し、大量生産を可能にしました。さらに単語を登録することによって匂いと単語を頭の中で掛け合わせ、絞り込み検索ができるという優れものです。アニシナ、部屋にこもっていたんじゃなかったのか？おや、皆さん眼首揃えて何をしているのです？まさかそれだけの人数が頭を並べておきながらまだ犯人が見つかっていないんじゃないでしょうね。どうやら図星のようですね。情けない。わかりました。今度こそこの御用田出会えくん捜査一課が出動する番のようですね。クマちゃん捜索は私に任せて、あなた方は思う存分犯人探しだかイルカちゃんのおもりだかをしてらっしゃい。そういえばそんな勝負もしてたっけ？おや、これはお揃いで。あんたは？あら、フォンシュピッツベーグ卿ですか。それでは私はグエンダルの匂いを覚えさせたら失礼します。私のことはお気になさらず。さあグエンダル、顔を動かしなさい。顔だと？ああ、まったと思わず忘れるところでした。オンシュピッツベーグ卿、まだ入室を許可した覚えはないのですが。申し訳ありません陛下。城内を怪しげな賊がうろついていると聞き、ついいても立ってもいられず。ああ、そうなんだけど。それで私思いついたことがあるのです。賊はグエンダルの収集品を狙っているとか。ならばそれらをまとめて宝物庫に移してしまえばいいのでは？宝物庫？はい、この城で最も安全な場所でございます。もちろん陛下のお部屋を除いてですが、幾重にも守りがかけられ、神魔国のアマトの宝が収められている場所でございますよ。ああ、そういえばそんな場所もあったっけ？確かに貴重な品を守るにはうってつけの場所ですが。何が言いたいんだ？宝物庫だと？ああ、グエンダル、復活されましたか。それでは私は早速調査にかかります。しばしの間失礼。どういうことだ、シュトッフェル。賊はもしかするとイルカちゃんに注意を向けさせて、その他の編みぐるみを盗むかもしれないということです。賊の思惑がわからない以上、用意は万全に越したことはありません。ですからグエンダルの編みぐるみを含む可愛いものすべてを一度宝物庫へと避難させたらどうかと思うのです。それで平気かな？なぜです陛下？いや、犯人が何者かわからないならどこも安全とは言えないんじゃないか？だったらやっぱりグエンダルが持っていた方が。いや、やはり私も宝物庫に移した方が良いと思う。グエンダル？
確かに私が持っていれば敵は手を出してこないかもしれん。だがそれでは意味がないのだろう。犯人を捕まえることこそお前の役目ではないのか。そうだな。確かに犯人を捕まえなきゃ安心できないもんな。分かったよ。他の編みぐるみも含めて全部宝物庫に移すことにしよう。承知いたしました。ですがあそこでしたら確かに犯人もやすやすと手は出せないと思いますよ。グエンダルの編みぐるみもある意味安全でございましょう。ここが宝物庫か。なんか物々しい雰囲気。今なんか今変な感じがしなかった？ああ、この宝物庫には結界が敷かれていますからね。ユーリは強い魔力を宿しているからそれが感じ取れるんでしょう。結界ってなんで？この宝物庫には強い魔力や呪力を帯びた品も数多く収められておりますから、そうしなくては危険なのです。初めは純粋な宝物だけだったらしいんですけどね。それらを守るために強力な結界を張ったせいで危険な呪物の保管庫としても使われるようになったらしい。今じゃそちらの方が多いとかなんとか。へえ、危険な呪物か。確かに色々置いてあるけど、っていうか確かに高そうなものもあるけど、なんか気になるものも多いんですけど。なあ、あの箱はすごい細工がしてある。高そうだな。あれはやはりこれは母上の。こんなところにあったのか。チェリ様の？何が入ってるんだそれ。見るな。おっと、なんだよ。この中に詰まっているのは母上と母上がこれまで恋に落ちた男との甘い思い出の品々だ。目につかないところにしまってくださいとお願いしたのに。子供が見ちゃいけないアイテムですか。わかった。見なかったことにするよ。感謝する。なんだこの像。でっかいな。ああ、いけません陛下。それに近づいては。その像の内部にはかつて神王に歯向かった魔族の魂が封じられているのだと、そう伝えられております。決してお手を触れられませんよ。神王に歯向かった魔族？はい。大層残虐でずる賢くて非情な魔族の風上にも置けぬ輩だったと。ついには神王への反逆を企てたため、神王はそれはお怒りになり、かの魔族の肉体を八つ裂きにし、臓腑を4つに分けてそれぞれを。いい、そういう話はいい。では省略いたしまして、最後に神王はそのものの転生が叶わぬよう、その魂を2つの壺に封じられたのです。それがあの彫像に収められていると伝えられています。そんな悪いやつだったんだ。わかった。触らないよ。それじゃここでいいか、グエンダル。ああ、編みぐるみ運び終わったのか？ええ、ここに入れておけば何者であろうと忍び込むことはできません。それじゃあこれで坂東英二君の安全は確保できたわけだけど、肝心の犯人をどうやって捕まえるかだよな。そうですね。依然犯人の正体はわからないままです。ブラウス君も見つけなければなりませんし、どうします？犯人は日没までに英二君を盗むと言ってきてる。ってことは盗みに来たその時が取り押さえる絶好のチャンスだ。罠を張ってそいつを待ち伏せするんだ。つまりみんなで宝物庫を見張るということか？そうだな。いや、それだけじゃ足りないよ。犯人は英二君を宝物庫に移したことを知らないかもしれないだろ。グエンダルの部屋に現れる可能性もある。だったらそっちも見張らなきゃ。英二君を守るだけじゃダメなんだ。何が何でも犯人を捕まえる。そのためには犯人が現れそうな場所は全部抑えよう。資源です。陛下には戦略家としての才能もおありなのですね。だとすると宝物庫と
兄上の部屋と。それに、ここはおとり捜査だろ。やっぱり。小鳥捜査？なんだそれは。おとりで何捜査すんだよ。おとり。ははエイジ君の偽物をこれ見よがしに置いて犯人をおびき寄せようってことですね。そう。騙されてまんまと現れれば閉めたもんだよ。なるほど。面白そうだな。いや、面白がられちゃ困るんだけど、れっきとした捜査なんだし。うるさいやつだな。お前が言い出したことだろうが。気を抜くなよボルフラム。犯人が現れた時にまでそんな調子では危ないぞ。言われなくても分かっている。じゃあ、宝物庫、グエンダルの部屋、シュトッフェルの部屋の3カ所を見張ることにして、それとエイジ君の偽物を仕掛けるってことで。では、私は宝物庫を見張る。結界が敷かれているとはいえ。それじゃあ俺はグエンダルの部屋を。グエンダル、犯人が警戒しないよう人払いを頼む。それでは私はシュトッフェルの部屋を見張ることにいたしましょう。それなら僕は偽物を仕掛けさせてもらうぞ。見てよ、ふざけた犯人め。ユーリはどうします？俺もグエンダルの部屋を見張るよ。一番犯人が現れる可能性が高いからな。コンラッド、どうしたんだ？いえ、なんでもないですよ。念のため武器になるものを用意してくださいね。って言うと、またあののど笛1号。分かったよ。みんなも気をつけてくれよ。よし、まだ時間はあるな。どこかに隠れて犯人を待ち伏せしたいところだけど、犯人が入ってくるとしたら扉と窓、どっちからが可能性が高いだろう。やっぱ窓からかな。どうしてです？え、どうしてって、外の方が人目がないだろ。扉から入るにはどうしても城の中を通らなくちゃいけない。それってこの犯人らしくない気がするんだよな。ここまで尻尾をつかませずにいるやつなんだから。お見事です、ユーリ。俺もそう思います。あんな予告状を送りつけたりしているが、犯人はとても用心深い。目撃されるようなヘマはしないでしょう。だとすれば窓からの方が安全だ。どうやったらこんな高いとこまで来られるのかは謎だけどな。ええ。ですからその場合はあの壁を登れるようなものということになります。壁を登れるような？まだ憶測の域を出ませんが。だがグエンダルは最初クラウス君はこの部屋に置いたと言った。今となっては確かめようはないが、彼はそうした思い違いはあまりしません。それじゃあやっぱりクラウス君はここにあったってこと？それで盗まれた？その可能性が高いということです。なら犯人はどうにかしてこの部屋に忍び込んだことになる。扉か窓か。扉は無理です。グエンダルが部屋を開けていた間、外の廊下にはずっとメイドたちがいたんだから。だとすればあとは窓しかない。そうだな。この部屋から編みぐるみを盗み出したのなら、そいつはただ者じゃない。だからユーリ、お願いします。もし犯人が現れて取り押さえられたならよし。しかしもし戦闘になるようなら、その時は下がっていてください。決して手を出そうとはしないで。コンラッド、そんなことはできない。だってそれコンラッドでも苦戦するかもってことだろ。それなのにできねえよ、一人で隠れてるなんて。では助けを呼んでください。とにかく戦闘に関わってはダメだ。それなら。ありがとうユーリ。無理を言ってすまない。俺に頭なんか下げるなよ、名付け親。それにまだそうと決まったわけじゃないだろ。ああ、ほら、そろそろ日が沈んじまう。急いで隠れないと。
ユリ、今何時です？俺の時計で、6時20分を回ってる。来なかったということか。コンラッド。ありがとう。何がです？来なきゃいいって思ってただろ。編みぐるみのこととか全部抜きにして、やばい奴が来なきゃいいってわかるんだからな。俺には。あなたに隠し事はできないな。でも、グエンダルには黙っててくださいね。傷つくから。了解了解っと。そうだ。グエンダルたちはここに来なかったなら、犯人はそっちに行ったんじゃないか？そうですね。行きましょう。グエンダル！あれ？他のみんなも？ユーリ、コンラート。今そちらへ行こうと思っていたところだ。陛下、ご無事で。そちらに異常はございませんでしたか？部屋には誰も現れなかったが、そっちは？まったくダメだ。わざわざ偽物を作ったというのに、犯人のやつ、そうバカではないのかもしれん。シュトフェルの部屋にも現れる者はおりませんでしたよ。え？それじゃあ、エイジ君は？ずっと待ち構えていたのだがな。宝物庫にも何も異常は起きなかった。エイジ君も他の編みぐるみも無事だ。一体どういうことなんだ？日没って書いてあるよな、日没って。どういうこと？あ、ひょっとして明日？明日の日没？油断させておいて盗むという手かもしれませんから、編みぐるみたちはこのまま宝物庫に入れておいた方がいいとは思いますが、しかし、よくわからない犯人ですね。盗んでみたり、嘘ついてみたり、しつけのなってない犯人だよな。来るなら来いってのに。それで、どうするんだ？これで全く手がかりがなくなったんじゃないのか？そうなんだよな。グエンダル？アニシナさん。陛下、どうやら勝負は私の勝ちのようですね。勝負？そうだ。アニシナさん、まだやってたんだ。当然です。おや、陛下は戦わずして戦線離脱を？見えていた勝負とはいえ、張り合いのない。それよりアニシナ、今、勝ちだと言ったか？ええ。クラウス君を先に見つけた者が、この勝負の勝者。そして私は勝ってみせると、そう言いましたね。私に二言はありません。ご覧なさい。なんだ？その黒焦げのボロ布のようなものは。それに溶けた、それは服の留め具ですか？これが、クラウス君です。この黒い物体が、クラウス君の目です。今は溶けてしまって元の色もわかりません。そしてこの、ボロボロのドロドロのボロ雑巾にもできない物体が、クラウス君の体の燃えかすです。これだけしか回収できませんでした。そしてこれが、アニシナ、もうその辺で。おや、そうですか。しかしさすがは改良型。大量の灰の中からでも、クラウス君を見つけ出すことができましたよ。待て。灰の中？燃えかすって、クラウス君はどこにあったんだ？第三焼却炉の中です。本日のゴミはまだ焼却前でしたから、灰になったのはおそらく昨日のうちですね。昨日のうち？それではクラウス君は盗まれて間もなく燃やされていたということですか？そうなりますね。なんで？それじゃ何のために犯人はクラウス君を盗んだんだ？クラウス君、このような姿に。怨恨か？グエンダルに恨みがあるとかで。確かに相当のダメージになってますが。おまけに犯行予告まで出して坂東英二君を盗もうとしてるし、いや、現れなかったけど。陛下、では私の目的は果たしましたので、これで失礼いたしますわ。ご健闘をお祈りします。アニシナさん、手伝ってくれない？ちょっといろいろ厄介でさ。甘えられては困ります。
新魔国を背負って立つお方なのですから、これくらいの局面は死ぬ気で切り抜けてごらんなさい。それでもダメなら仕方ありませんね。ことと次第によってはお助けして差し上げますわ。ユーリ、お前アニシナに助けなど求めて。ボルフラム、違うぞ。お前何考えて。うるさい浮気者！本当にお前はどうしてそうフラフラするんだ？僕というものがありながら。だから浮気者って何？っていうか、いい加減その言いがかりはやめろ！しかし、本格的に犯人の意図がわからなくなってきたよ。クラウス君は燃やされてるし、エイジ君は盗みに来ないし。なあ、これってどういうことだと思う？とりあえず少し落ち着きましょう。はい、お茶でもどうぞ。サンキュー。そういや俺たち飯もまだなんじゃね？まったくだ。犯人のおかげでな。捕まえたらただでは済まさんぞ。メイドに行って食事でも運ばせましょう。これ誰か。そんな暇はない。グエンダル、大丈夫か？まだちょっと顔がこわばってるけど。それどころではない。何をのんびりしているのだ。ああ、クラウス君のことは悪かったよ。俺見つけるなんて言っておいて、結局。そんなものはどうでもいいのだ。クラウス君をどうでもいいとは。兄上。よく聞けユーリ。もはや事態はクラウス君のことにとどまらんのかもしれん。どういうことだグエンダル？クラウス君があのように変わり果てて発見された今、犯人の目的はますますわからなくなった。私への恨みとも、私と同じ編みぐるみを愛す心ゆえとも考えたが、今やどちらとも思えん。犯人の目的はもっと別にあるのではないのか。そしてそれを明らかにするのが血盟城の主たるお前の務めではないのかユーリ。グエンダル、確かにそうだ。俺ちょっとうっかりしてたよ。犯人はまだ捕まってないんだ。もし他にも何か企んでるんだったら。なあみんな、ちょっと考え直してみないか？犯人の本当の目的が他にあると？それしか考えられん。確かにただのいたずらにしては手が込みすぎていますからね。しかし一体誰が何のために？少し起きていることを整理してみましょうか。まず犯人は編みぐるみのクラウス君を盗んだ。これが昨日の午後のことです。それは何を意味するのでしょう？目的はクラウス君じゃないんじゃないか？どういうことだユーリ？だって盗んですぐ燃やしてるんだろ？そんなのクラウス君が欲しかったとは思えないよ。もっと何か別のことを狙ったんじゃないかな。なるほど、それは考えられますね。素晴らしい、ご明察です。他のこと？なんだそれは。それが分かりゃ苦労しないんだけどさ。まあもう少し考えてみましょう。そうですね。犯人は編みぐるみを燃やした後、今日の午後シュトフェルの部屋にこの予告状を置きに来ています。クマちゃんは預かった。次はイルカちゃんをいただいてやる。日没を楽しみにしていろ。ふざけたやつだ。字は汚くて誰が書いたかわからない。そしてシュトッフェルの部屋に手紙を置きに来たやつもわからないと。しかも犯人は予告状を出しておきながらどこにも現れなかった。なぜだ？まさかそれも目的じゃなかったなんてことは。どういうことだユーリ？だってクラウス君を盗むことは目的じゃなかったんだろ？だったらエイジ君を狙ったのだって本当はそれが目的じゃなかったのかも。例えば俺たちの目をそっちに向けておいて他のことをしようとしてるとか。だが他の場所でも特に異変らしきものは。いや、起きているのかもしれません。
俺たちが気づいていないだけで。起きているだと？もう一度よく考えてみよう。編みぐるみを盗み、さらにイルカを盗むと予告状をよこして、犯人はどんな効果を狙ったんだ？まさか宝物庫を開けさせるためか。なんだと？だってあそこすげえ貴重なものや危ないものがたくさん入ってんだろ。狙う価値なら十分あるじゃん。そうです。そして普段ならまず開けられることはない。侵入することも不可能です。グエンダル、今宝物庫は閉まってるか？無論だ。だが一度開けたあの時に何か行われていたのだとすれば。大変だ。行ってみよう。閉まってる。どこにもおかしいとこはないみたいだ。陛下、お下がりください。確かに結界に異常はありません。外から干渉した形跡もない。ここも見当違いだったか。そんな。いや、判断するのはまだ早い。開けてみよう。いいですか、ユーリ。ああ。わかりました。では。気をつけろ、コンラート。あ。特に異常はないみたいだけど。あの人形は。いけません、その壺は。地震。陛下、ユーリ、ケアを。ああ、サンキュー。あ、人形が。コナント、あいつを。収まったか。大変です。無謀の徒の壺が。無謀の徒？神王に歯向かい滅ぼされた魔族です。あまりの大罪ゆえに名を消され、今ではそう呼ばれるのみ。あ、その像の内部にはかつて神王に歯向かった魔族の魂が封じられているのだと、そう伝えられております。決してお手を触れられませんよ。神王に歯向かった魔族？はい。大層残虐でずる賢くて非情な魔族の風上にも置けぬ輩だったと。ついには神王への反逆を企てたため、神王はそれはお怒りになり、かの魔族の肉体を八つ裂きにし、臓腑を4つに分けてそれぞれを。うわ、いい、そういう話はいい。では省略いたしまして、最後に神王はそのものの転生が叶わぬよう、その魂を2つの壺に封じられたのです。それがあの彫像に収められていると伝えられています。そうだ、それがこの壺。1個割れちゃったけど、それってどうなんの？わからない。前例がないからな。しかしこの人形は一体どこから？それは兄上のものではないのですか？どういうことだ、ボルフラム。その人形でしたら兄上の部屋の編みぐるみの中に最初から。ですから僕はてっきり。知らん。確かにこれはこれで愛らしいが、私のものではない。どういうことです？その人形は編みぐるみと共にここへ運び込まれたということですか？だがなぜそんなものがあなたの部屋に？クラウス君が盗まれた時だ。陛下、今そうだよ。犯人はクラウス君を盗む時、代わりにその人形をグエンダルの部屋に残したんだ。編みぐるみに紛れ込ませて。それじゃまさか。そうだよ、最初からそれが目的だったんだ。クラウス君を盗んだのも予告状を出したのも全部俺たちにグエンダルの編みぐるみを宝物庫に運ばせるためだ。この人形と一緒に。そして人形を操り壺を破壊したのか。無謀の塔を蘇らせるために。しかし一体誰がそんなことを。おやおや、こんなところを開け放しにして不用心にも程がありますね。アシナ、不審な魔力を感じたので確かめに来てみれば。今のは陛下のお力ですか？どういうこと？不審な魔力だと。なんだそれは。
私の魔力計測器の針が先ほど振り切れたのですよ。その直後にあの地震です。てっきりどなたかの仕業かと。それは一体どういうことです？それって言うと、この残骸は私の開発した土木工事マシーン、全自動楽々魔導掘削機モグリンちゃんではないですか。一体なぜこのような無残な姿に。それはお前の発明品だったのか。どういうことだ。それは私のセリフです。ぜひホイシュピッツベーグ卿に説明願わねば。なんですって。シュトッフェルだと？シュトッフェルがなんでこの人形を？彼に開発を頼まれたのですよ。領地の開墾をするのだとか言っていましたが、それはあの男、このような。そうだよ。失礼いたします、ユーリ陛下。実は先ほど私の執務室でこのようなものを見つけたのです。どうぞご覧ください。なんだ、手紙？うわ、読みにくい字だな。どういうことだ、シュトッフェル。族はもしかするとイルカちゃんに注意を向けさせて、その他の編みぐるみを盗むかもしれないということです。族の思惑がわからない以上、用意は万全に越したことはありません。ですからグエンダルの編みぐるみを含む可愛いものすべてを一度宝物庫へと避難させたらどうかと思うのです。予告状が置いてあったのはシュトッフェルの部屋で、編みぐるみをここに移せって言ったのもシュトッフェルだ。じゃああいつが？無謀の徒の復活など、それこそ魔王陛下への反逆です。大それたことを。急ぎ奴の身柄を抑えねば。すぐに。今のは？あそこに誰か。ギュンター様、コンラート様。どうした？何があった？今そこでシュトッフェル様が。シュトッフェルが一体どうしたというのです？突然鬼のような形相に変わられて、もがき苦しまれた後、高笑いされ、トンボ返りを打って、そのままどこかへ行ってしまわれたんです。トンボ帰りですか？尋常ではないな。ついに乱心したか。それで彼はどちらの方に？わかりません。だってシュトッフェル様、外の壁を駆け上がっていかれてしまったんですもの。壁を？本当です。見間違いじゃありません。確かに尋常じゃない。普段の彼には無理だ。いや、おそらく大抵の魔族には不可能だろう。グエンダル、間違いなく部屋からクラウス君を取っていったのは彼だ。同じように壁を登り、窓から侵入してな。わからない。どうしてあの男にそんな力が？いつもの彼じゃない。おそらく彼は。取りつかれたんだ、無謀の徒に。それでそいつを蘇らせるために今まで小細工してた。確かにかの魔族は人心につけ込むを得意としたと聞きますが、一体どこでシュトッフェルと接触を？あの男め、面倒を増やしおって。こうしている暇はないぞ。急ぎあの男を見つけ出さねば。そうですね。では直ちに城内に触れを。私はここに残ります。ギュンタ？無謀の徒が完全なる復活を目論んでいるのであれば、残るもう一つの壺を狙うやもしれません。あの壺にはかの魔族の魂が半分封じられておりますので、私がここに残り壺を見張りましょう。皆は早くシュトッフェルを捕らえてください。分かった。すぐに兵をよこす。待っていてくれ。行くぞ、二人とも。コンラッド、俺も行っていいか？ユーリ、自分の身は自分で守れる。それよりこんな時にじっとしてらんないよ。わかりました。俺から離れないで。手分けして探そう。気をつけろよ。アニシナさん、みんなを頼むよ。よろしいでしょう。気張っていらっしゃい。なんだこの騒ぎ。何があったんだ？あれ？コンラッド？陛下、ちょっと待っててください。コンラッド？どうした？
怪我人がいるんだ。陛下はちゃんとそこにいて。怪我だって？くそ、どうすれば。ねえ、そこの君。あ、陛下。緊急事態なんだし、かしこまんなくていいよ。それより、誰かもう一人相棒を探して、あの子の手当てが終わったら、安全な場所まで連れて行ってあげてくれ。了解しました。頼んだよ。コンラッド、どう？軽い捻挫みたいです。動かせるか？はい、ひねっただけですから、もう大丈夫ですわ。そっか、よかった。けど、一体何があったんだ？それが、シュトッフェル様が玉座の間に。シュトッフェルだと？ええ、兵士たちをなぎ倒してゴム隊を。そんなところに現れるとは。よし、これで大丈夫。歩けそうか？はい、すみません、コーラッド様。それじゃあ、早く安全なところに。陛下、あとは我々にお任せください。ああ、助かるよ。頼むな。陛下、ありがとうございます。いいっていいって。それより急いで、他のみんなも避難を。玉座の間か。何をするつもりだ？それより急ごう。どこだ？コンラッド、あれ。これで私が今日からこの城の主だ。私にひざまずくのだ。あれがシュトッフェル？邪悪な人相になっちゃって、取りつかれたってのも納得だ。俺から離れないでくださいね。うん。あれは。シュトッフェル様、どうかおやめください。どうかお静まりを。うるさい、少し黙れ。あいつ。ダメです、陛下。少し抑えて。だって分かっています。陛下、落ち着いて。よく聞いてください。封印されていただけあって少し厄介な相手です。魔術も強力だが運動能力も相当のはずだ。俺が時間を稼ぎますから、その間にグエンダルたちを呼んできてください。俺は魔術が使えないから対抗しにくい。コンラッド、いいですか？陛下の足に俺の選手生命がかかってるんですからね。嫌だ。そう言わずにお願いします。彼らがあのままなのをただ見ているのは陛下だって辛いでしょ。そうだけど、でも。大丈夫だ。そんなやわな作りはしていないつもりですから、ユーリ、お願いします。分かったよ。そちゃお願いします。おお、面白いな。なかなかの剣の使い手だ。今のうち、今しかないんだ。行くぞ、渋谷有利。あと少しだがつまらん。コナト。やはりな、魔族のくせに魔術が使えないのか。いや、魔族ではないようだな。どちらにしろ出来損ないの兵士など私の理想には一人としていらぬ。なんだって。さて、これだけの騒ぎにも現れぬところを見ると、秦王は逃げたか。小僧、一度だけ機会をやろう。秦王はどこだ。お前の誠意次第ではその処遇考えてやらんでもないぞ。残念だったな。秦王はすでに貴様の手の届くところにはいない。何？今は第27代魔王の御代だ。お前はすでに過去の亡霊さ。なんだと？では幻魔王を倒し、我の復活を神魔国中に知らしめてやるわ。まずは貴様を見せしめとしてやろう。そして幻魔王を殺し、臣下と民を絶望に陥れ、神魔国を支配する。そんなことはさせない。ユーリが我々の魔王陛下である限り。コナト、俺まだ口を聞けるのだが、もう飽きたわ。
めに。なのに、俺、何もできないのか。そろそろ死んでもらおう。俺は、国と民と進化を守り、平和に導くって決めたんじゃないのか。さらばだ。信じてくれる人に応えるために魔王になったんじゃないのか。ユリ。己の悪事を棚に上げ封印されたと逆恨み。なんだ。また出ちゃいましたか。挙句の果てには罪のないクマちゃんすら焼き払い、メイドさんも魔術で痛めつける。謀反をちらつかせてなおこの場にとどまろうとは言語道断。なんだこの圧力は。これは大きいな。怨霊といえど命を奪うことは本意ではないが、やむを得ぬ。虫を切る。成敗。これは私がお上は常に民を見ている。以後よくよく改心にいた。陛下。あれ、ここは気がつきましたか、ユリ。コンラッド。そうだ、俺またやっちゃった。すごかったですよ。ちょっと見ものでした。そっか、何も覚えてないよ、例によって。あ、コンラッド、怪我は？大丈夫、大したことありません。ユーリのおかげでね。本当か？だってあんなにやられてたのに。嘘ついてないか？ついてませんよ、安心して。おや陛下、お目覚めでしたか。存外元気そうですね。ちょうどよかった。フォンシュピッツベーグ卿も目を覚ましましたよ。シュトッフェルが？それじゃあ何も覚えてないわけ？はあ、それがここ数日の記憶がすっぽりと抜け落ちておりまして、先日領内の開墾事業を行っていたことまでは覚えているのですが。開墾？フォンシュピッツベーグ卿、それは一体どのあたりです？北部ガイゼルダーグの東、いや北寄りでしたかな。はっきりしろ。確かシュピッツベーグの東側には。何？なんかあんの？禁断の地でございます、陛下。名前からしてヤバそうですが。かつて神王が無謀の塔を滅ぼした地でございますよ。かの者の呪いに汚されたとされ、住むものもなく暗い森が広がるばかりです。立ち入ってはならぬ場所と知りながら、あなたかの地を掘り起こし、無謀の塔の怨霊を呼び覚まさせたのですね。待て、気づかなかったのだ。我が領地は昨年実りが少なくてな、民を養うために仕方なく。陛下、すべて民のためだったのでございます。理由があったところで今回の不始末をどう考える？危うくこの国を脅威にさらすところだったのだぞ。面目ない。この償いは誠心誠意させていただく。そのためにも陛下、どうかご慈悲を賜りたい。どうしますユーリ？分かった、許すよ。陛下、まことでございますか？ユーリ！だって
一応わざとじゃなかったんだし、人死にも出なかったしさ。まったく陛下は本当にお心が広い。でも壊れた城の修理はしてもらうよ。あと怪我した人にもちゃんと謝って。それが誠意ってもんだろ。おっしゃる通りで。それとギュンター、その禁断の地っての、そこ加工かなんかしてさ、もう二度とこんなことが起きないようにしてくれよ。承知いたしました。これでようやく片付いたか。まったく呆れた騒動だったな。僕はもう寝るぞ。ああ、さすがに俺もくたびれたよ。今何時？ほら、ユーリ、窓の外。え？うわ、もう夜明けだ。長い一日だったな。はあ、デカ長室もこれでおしまいっと。ちょっと寂しくなるな。はい、どうぞ。失礼します、陛下。お休み中でしたか。コンラッド、どうかしたのか？ちょっと臨時出費の決済をお願いしたかったのですが、昨日のうちに処理するつもりだったんですが、作成が追いつかなくて。臨時出費？何修繕？先日の騒ぎで破壊された城の修復工事です。結構あちこち直さなきゃならない。工事？それコンラッドがやってんのか？ええ、あの騒ぎで棟梁が怪我をしてしまってね、代わりに指揮を執ることに。結構面白いですよ。ふん。な、それ俺にもできることある？言うと思ってました。陛下のポストもちゃんと用意してますよ。マジ？けどいいですか、真夏の1000本ノック並みにきついですよ。大丈夫だって、これでもちゃんと鍛えてんだから。ああ、頑張り屋ですからね。ちゃんと分かってますよ、ユーリ。それじゃお手並み拝見させてもらおうかな。あ、「
このトマトみたいなのうめえ。土がいいからね。どうです？地球のものと比べて。地球のよりうまいかも。甘みが違うもん。それにしてもよく作ったな、こんな畑。言ってたでしょ？いつだったか運動の後は新鮮な生野菜がうまいんだって。それだけで作っちゃったわけ？こんなでかい畑を俺が言ったせいで？いや、初めはここまでするつもりはなかったんですけど、気がついたらこうなっちゃってたんですよね。気づいたらって。トマトもどきに人参、キャベツ、セロリ。あとこれなんだ？ああ、それは地球にはない食材かな。みずみずしくて栄養価が高いので加えてみました。手をかけた分だけ答えてくれるのが可愛くてね。うわ、コンラッドっていわゆる緑の指の持ち主？家庭菜園とか盆栽が趣味のいいじいちゃんになりそう。いいですね。その時は盆栽いじり陛下も付き合ってくださいね。さて、それじゃここまで来たんだし、手伝ってくれますか？え？何を？収穫です。ずいぶん取れたな。こんなもん。その列はそれくらいでいいです。ちょっとこっちに持ってきてもらえますか？はいよっと。コンラッド、今度は何してんの？ここまで来たら野菜ジュースでも作ろうかと思いまして、この野菜を割ってすりつぶしてね。おお、意外と鮮やかな手つき。野宿や野営の時は基本的に自炊ですからね。その辺から草や木の実なんか取ってきて煮たり焼いたり。へえ、ワイルドだな。俺ダメそう。大丈夫、慣れれば結構楽しいですよ。ほら、できた。どうぞ。冷えたレモン水を加えてあるから冷たくてうまいですよ。どれどれ。結構いける。懐かしいな。子供の時俺野菜ダメでさ、おふくろがこうやって特製野菜ジュース作っておふくろの味と重ねてくれますか？作った甲斐があるな。これは全部有利の畑で採れたものですから。いいんですよ、好きなだけ食べて。あっちの列まではもう収穫できます。うわー、すげえ量。野菜バーベキューでもするか。いいですね、野菜オンリーか。健康的だ。よーし、それじゃあみんなを集めようぜ。